さあマスタングですね。僕にとってフォードマスタングは実はアメリカのスポーツカーっていうイメージがないです。ちょうど物心ついた頃かな、やっぱり映画の影響っていうのがあって、男と女という、フランスの映画、モンテカルロラリーに出場する選手の、恋愛映画なんですけど、そこで出てきた車がなんとフォードマスタングだったんですね。だから、こう憧れていたモナコ、モンテカルロラリーにマスタングが走るんだっていうことで、実はこうヨーロッパのラリーカーというイメージを持ってましたね。でその後も、イギリスのフォードが作った、フォードエスコートかな RS2000、これが当時の、フィアット131アバルト、この辺でこう大活躍して、ちょうど日本でいうと日産が、Z で、サファリに出たり、あるいはモナコモンテカルロ走ったりしてましたから、そういう意味でそのフォードっていうイメージは、ヨーロッパの車っていうイメージがすごくあるんですね。で、90年になって、待望のグループ A に乗るようになった時に、スカイラインの R3233GTR 乗りましたけど、その前に実はフォードエスコートコスワス2リッターターボで600馬力出たモンスターグループ A で3年間レースやってましたから、そういう意味でも自分にとって、それはコスワースのエンジンを乗っけた、FR のグループ A でしたから、これもヨーロッパスタンダードで開発された、スポーツカーだったんですね。で、90年に超えるとフォードが、アストンマーチンを買収したり、ジャガーを傘下に入れたりしてましたから、ますますフォードには、そういう熱い血がたぎってるなっていう感じがしていたんですね。一方でアメリカの、そのピックアップトラックに代表されるようないわゆるこうコテコテの SUV も、フォードの一つの顔だと思いますし、最近はSUV を中心に、エコ関係の車も作るようになったし、そういう意味でフォードはそのいろんなグローバル企業として、いろんな顔を持っている。ただ日本では、昔モンデオが大ヒットしたということもあって、フォードは意外と大きいアメ車っていうイメージよりも私たちの日本にこう密着した車っていうイメージの方が強いんですね。で今回このフォードマスタングも大きい V8 エンジンではなく V6 エンジンでもなく直列4気筒縦置きの 2.3 リッターターボですから、V6 エンジンに匹敵するトルクを、4気筒エンジンで可及することで出してますね。ただピストンの数が減って、バンクが V がストレート4になりましたから燃費はものすごくいいですね。V6 相当の出力にもかかわらず燃費がものすごく良くなったというのが今回のマスタングです。しかし、ただ燃費良くしただけじゃなくて、V6NA の時と同じかむしろそれ以上アクセルをちょっと踏むとものすごく敏感なエンジン、敏感っていうといいイメージないですけど、スロットルレスポンスが本当にシャープですね。だから自分の右足の動きに忠実にキャッと加速する、本当どこがターボついてるのかなと思うぐらいターボのタイムラグもないですね。そういうそのセンシティブなエンジンが、このマスタングの、野生味として味わえるのも嬉しいですね。それでいて街中では使いやすくて燃費もいいということで、まさに日本の市場に合ったスポーツカーではないでしょうか。乗り心地も、ここの辺はやっぱりさすがスポーツカーだからといってガチガチにしないで、こういう首都高のつなぎ目もそこそこいなしてくれる感じがあっていいですね。トランスミッションは現在6速トルクコンバーター AT なので、イージードライブも可能ですし、今、S レンジで走ってますけど、非常に S だとレスポンスはいいですけど、D にすると、ギア比も一段高くなってちょっとおっとりした走りになりますから、街中では D レンジ、ワインディングとかスポーツ走行するときは S レンジという感じですね。でもこのマスタングはなかなかサーキットでもしっかり走ることができますから、非常にそこはこの車のサイズからはちょっと想像できないぐらいの運動性能を持ってます。
バリュー・フォー・マネーという見方したら、この車そのエンジンのパフォーマンス、マスタングという、ブランド、フォードというそのアイコン、いろんなところから考えても、バリュー・フォー・マネーが非常に高い車だなと。今一声スポーツカーちょっと気の利いたものを選ぼうとすると、800万900万、上はもう1000万2000万の世界が待ち受けてますが、だいたい500から600万ぐらいで手に入れられる、スポーツカーとしては非常にリーズナブルだなと思いますね。で、この 2.34 気筒ターボが出たことで、多分 V6 は今後なくなっていくのかなという気がしますが、それでもやはりアメリカの人たちが一番好む、V8、わしがイーグルが羽を広げたような V バンクという意味でアメリカの人は V エンジンが好きなんですけど、V8NA も、この新しくなったマスタングでまだ乗れてはいませんが、いずれ乗ってみたいと思いますが、でもこの 2.3 でこれだけパワーありますから、もう日本では V8 いらないなと。V8 信奉車以外はもう実用的にはこの 2.34 気筒で十分じゃないかなという気がしますね。でもこの2リッターターボでこのピックアップというと、昔のやっぱりフォードエスコート、あるいはそのシェーラコスワース、2リッターターボでコスワースのエンジンで600馬力出てましたから、その時代を思い出してしまいますね。あの時はパワー捨てもないし、4気筒エンジンのターボ2リッターターボですけど、ハイブーストなのででっかいタビンがついてたので、イメージ3500回転以下全く、こういう坂道発進したらもうタクシーに負けるぐらいのタイムラグがありましたけど、ひとたびブーストがかかった時にはもうロケットで宇宙に飛んでいくような加速しましたね。ただそれは3500回転超えないとダメなんですけど、それをレースで使うと本当に扱いにくい、エンジンでしたけど、最近のターボはものすごくレスポンスがいいですから、ドライバビリティいいんですけど、昔はもうアクセル踏んで1、2って数えないとブーストが上がらないような車でしたから、そこを予測してアクセル踏んだり、時には左足ブレーキ踏んだり、持てるテクニック全部使って、乗りこなしていたことが思い出されます。そんな昔を懐かしみながら、このマスタングの、ちょうど今年で50周年ですね、50周年イヤーモデルに乗ってますが、ちょっと多分オールシーズンっぽい普通のタイヤ入ってると思うんですけど、ステアリングのセンターの動きもピシッとしてて、なかなか小気味よく走れますね。なんだろうな、エンジンもそこそこ実用性があってパワーがあって、乗り心地も一般道の乗り心地とハンドリングの気持ちよさが両立していて、そんなに一芸に長けたという感じではないんですけど、本当にオールラウンドな性質というか特性を持ってますね。でもキャラクターはやはり野生の馬マスタングそのものだと思います。